はいどうもこんにちは、モーターズの大和です。森さん、どこここ？どこ？琵琶湖。滋賀だから。滋賀だからとかじゃないよ。琵琶湖で今何時だと思ってんの？朝だね。前も言ったでしょ、新大阪に9時集合は辛いので、今日何？琵琶湖に10時現直って僕どうしたらいいの？こっち足もないんだよ。なのになんかこんな、しかもこの湖畔集合とかわけわかんないでしょ。よく来れた。よく来れたとかじゃないんだよ。素晴らしい。成長したね。これなんか適当バカ野郎。まあ。何？今日はいい車揃えてるから。いい車揃えてるから。かっこいいの揃えてる。どういうこと？まあとりあえず行ってみましょう。はい、じゃあ行ってます。で、どんな車が来たんですか？もう僕は眠いんですよ。朝も早いし、やる気がないですよ全然。まあ。土曜日だよ、あと今日。まあいいじゃん、天気もいいしね。天気良くて琵琶湖っていうロケーションですけど、朝も早いし土曜日だし。じゃあ今回用意させていただいたのはチャージスピードさんの2台です。おお、あ、これ知ってる。この車知ってる。これあれじゃん、うちの車端で若葉ちゃんのお兄ちゃんが乗ってたやつや。あ、よく気づきましたね。うん、そう漫画に出てたやつね。本物じゃんこれ。そう、マジか。こんなの2台も？いやちょっと最近あんまり派手派手しい車見てなかったから、ちょっとわ元気になった。眠くない全然眠くない。何これ？いろいろなんかこう根掘り葉掘り見たり聞いたり触ったりしていいのこれ？今日は OK です。マジ？ OK です。詳しく教えてくれる人とかもいるんですか？用意してます。じゃあ今日はですね、この後ろにあるチャージスピードさんの WRX とレボーグを取材していきます。はい、というわけでですね、早速この WRX 見ていこうと思うわけですよ。ただ、僕がねいきなり見てなんかやいの言ってもようわからんので、チャージスピードの方を呼ぼうと思います。それでは松田さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。モーターズの大和です。はい、この WRX はチャージスピードさんのデモカーということでお間違いないですか？そうですね、うちのデモカーになります。なんかもうパッと見でもすごいマッチョなはい、ありがとうございます。雰囲気になってますけど、なんかこうコンセプトというか特色はどんなところなんですかね？ワイドボディになってますんで、この車に関しては。確かにそうですね。あれ、これってなんか僕ホームページちょっと見たんですけど、はい、30ミリワイドがノーマルで、これはプラスあと30のオーバーフェンダーがついてるんですよ。なるほど。ということは60ミリ。そうです、片側60ミリです。うわー、すげえ、めっちゃマッチョだよ。ここやばくないこれ？はあ、ちょっとこの車いろいろ教えてください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまずですね、フロントから見ていこうと思うんですけど、もうねパッと見でね変わってるところが多すぎてね、ツッコミが追いつかないんですよすごいな。でまずこれボンネットも、チャージスピードさんのものですね。はい、これはカーボンボンネット。カーボンボンネットです。カーボンボンネットで、ここが、なんて言うんでしょう、ラッピングで色が変わってるんですか？いや、塗装です。あ、これ塗装なんですね。塗り分けているんで。すげえ綺麗。なるほど。で、バンパーももちろん変わってますよね。そうですね。交換してますんで。バンパーも変わってて、しかもこれフォグはこれ IPF のが入ってて、2連なんですね。そうですね。あれ、もしかしてヘッドライトも違います？変わってます。うちのオリジナルついてますね。なんか赤いラインが入ってて、すごいおしゃれな感じですけど、これちょっとなんかつけてみてもらえたりとかしますか？いい音してる。すげえ、シーケンシャルなんだ。しかもこの横に行くだけじゃなくて、こういう囲う動きする。すげえかっこいい。これすごいっすね。なんかめっちゃ元気になってきたへえ、おしゃれ。これフォグはイエローバルブですか？いや、レンズがイエローなんで。なるほど、ホワイトのバルブでイエローに見えるみたいな。へえ、かっこいいんですけどこれ。なんか僕結構取材で WRX 見ることが多くて、特に最近群を抜いてマッチョでイケメン、すげ
げえな。これなんかフロントマスクは、はいこうこだわりポイントみたいなのがあったりするんですかね。開口部を大きく開けてまして、はいで2分割になってまして、あ、分割なんですはいね。、これが一応今カーボンがついてるんですけど、はい、お手軽な FRP もああ、そうなん用意しですね。てますんで、あ、じゃあ2パターンあるという。はい、おお。でこれはタイプ1なんですけど、はいタイプ2、3って3タイプありますんで、あ、そうなんですね。あ、じゃあ結構いろんなその好みに合わせて分けれるみたいな。で、ここですよね。そうですね、ワイドボディのワイドフェンダー、ワイドフェンダー。ここからはい。これがバンパー部で、はいフェンダフェンダーー部で交換部。おお。もうバンパーも当然そのワイドフェンダーに合わせた綺麗なラインがあ、そうですね、はい出てます、ね。かっこいい。これはもうパネルごと交換。そうです。なるほど。外してもらってパッと。じゃあ別にそのなんだろう、元のフェンダーをわざわざ切ったりしてはないですね上から貼ったりもないってことですね。逆に言うとノーマル戻しも簡単なんだ。でこれはさらにオーバーフェンダそうですね。ーがついてる。これで30ミリでプラス30になるんで、はあ。さっき言ったように60ミリワイドってすごくない？めちゃめちゃかっこいいな。でホイールが 11J になるんで、 11J、はい、 11J プラス3。これ結構引っ張ってますけど、いくつ履いてるんですか？あった26530の19を引っ張ってますよ。これもともとはじゃあ、本来だったら30とかが入るような295ぐらい。そうですね、285、295の30ぐらいなんですけど、これはちょっと引っ張って。なるほど、めちゃめちゃ太い、こんなだよ。ホイールもこれチャージスピードって入ってますけど、当社のオリジナルです。あ、オリジナルなんですか？はなんかチャージスピードさんってパーツいっぱい作ってるとはいえどエアロのイメージが強かったんですけど、はい、今回初めてこれのワイドボディのオーバーフェンダー付き用に作ったホイールです。あ、そうなんですね。はい、じゃあこれが初この車と。用です。はあ、いやすごいな。コンケーブもすごいし、あと何よりね、ちょっと個人的な萌えポイントとして僕ピアスボルト大好きなんですよ。このディープ感でこのピアスボルトこんだけ見えて、ゴールドとブラックの2色めっちゃかっこいいなこれ。へえ。いやすげえ、これマジか、衝撃的ですね。でまたちょっとね、細かいポイントですけど、フェンダーリベット止めですけど、リベットがゴールドなんです。だいたいみんなねスパルタンにシルバーのやつつけてたりしますけど、これおしゃれですね、ホイールとマッチして。これやっぱ狙いがあるんですか？そうですね、ちょっと目立つように。ちょっと目立つように。いやおしゃれですね、すごいな。でちゃんとね STI のプレートもありつつ、その下にチャージスピードさんのプレートもついてて、かっこいい。すげえ、このアングルで見た時のワイド感すげえ。はあ。あれこれミラーも違いますか？いや、そのカバーだけで、はい。ミラーはノーマルです。なるほど、そのカーボン調のそうですカバーがついていると。ここです。なるほど。あ、ここ？あ、シーケンシャルのあ、 LED の。なるほど。こ流れるこもシーケンシャルなんですね。はいへえ。でサイドステップももちろんこのワイドなそうですね、これ状態に合わせて。専用に作ってますんで、うわー。でね、まあこういうねドアノブとかもすごい小技が効いてるんですけども、横から見た時に目奪われちゃうのがね、リアのブリフェン。これドアパネル変わってるんですかこれ？いや、ここからはい。製品なんですよ。ここなんですね。はい、ここから上はノーマルです。あ、そうなんですね。はい、じゃあ貼ってスムージングしてみたいな。そうへえ、いやでもめちゃめちゃナチュラル。本来はこれリベット止めになってるんですけど、これはデモカーなんでスムージングしてるんで、そういうことなんですね。でこの厚みを見てもらえれば、こんだけ太く大きくなってます。見てこれ。すげえ、めっちゃワイドになってる。やばいねこれ。この後ろの方もはい。ここからここがここですよね。はい、この幅。わかります？この幅。これだけワイドになってるんですよ。へえ、衝撃。プラスまたオーバーフェンダーで30ミリ。
30ミリさらに出てるっていう。これの分へえ、そうなんだ。でもすごいですね。なんかいわゆるワイドボディキットって、はい変な話取ってつけたようなっていうのあったりするじゃないですか。はい。全然ナチュラルですね。そうですね、この車特にスムージングしてるんで、はいはいはい。特にナチュラルになってます。なるほど。もうそれを狙って作っていってるってそこうですねとですね。これがついてなかったらほんまノーマル風なああ、そっ感じにもか。見えないことはないと思います。なるほど。いやなんか往年のラリーカーのホモロゲモデルみたいな、もうやっちゃいましたっていうようなかっこよさありますねこれ。いやーワクワクすんな。久々にワクワクしてる。で、ホイールはこれはフロントと通しですか？そうですね、全部同じサイズで。はあ、迫力がすごい。でまたやっぱ WRX 要はインプレッサーの系譜なわけですけど、ゴールドがかっこいい。WR ブルーとゴールドの組み合わせ最高最高。このリアバンパーも、はい、同じくそのキットの中のそうです一部ということで、はいはあ、激速って書いてますね。ここからがこはいのリアのフェンダー部分で、ここからがバンパー部分です。あ、そうなんですよ。こはいこまではフェンダーなんですね。はいへえ。もともとノーマルのバンパーキットがあった上に取り付けるブリフェンなんで、ああ、じゃあなんて言ったらいいんだろう。もうなんか表現がおかしいかもしれないですけど、ナローな状態でもこのバンパー自体はつけれるっていう。そうですへえナローな状態プラスこれがここがまた別のはいワイドボディキットなんで、なるほど。はあ。最初ナローを買ってもらって次にワイドってはいいう選択もできるんで、はあ、そういうことですね。飽きたらとか、そうですもっとこう派手にしたいしとか。たい時はプラスこれを買ってもらったらへえ、すごいな。いやまあ多分今ねここに画像でポンポンって出てると思うんですけど、そのナローな状態とワイドの状態でもこんだけ違うわけで、この2種類楽しむことができるってことですね。はあ、すげえな。で、これカーボントランクですけど、スポイラーが一体ですか？一体ですね。すげえ。はあ、いいですねこのダックテールっぽい感じ。なかなかでもこのカーボントランクにしちゃって、はいスポイラーまで一体って見なくないですか？そうですね、一昔ダックテールが生えた時代はあったんですけど、はいはいはい。この今は珍しいと思います。なんかこのゴテゴテにワイドになってるけど GT ウイングじゃないっていう、そうですかっこいいですね。ありがとうございます。すげえな。ちょっとこのラインが上上がってまして、はい。ちょっと跳ね上げのダックテールよりちょっと収めぐらいな感じで。渋いですね。でちゃんとこのねデザイン的にもはい2段あって、かっこいい。マフラーはこれはどこのになるんですかね？うちのオリジナルマフラーです。マフラーもオリジナルなんですね。はいあれこれ音変わりましたけど、はい。もしかして可変バルブついてるんですか？これでしかもそんななんか引っ張るやつとかじゃなくて電動？不圧です。あ、そうなんですね。はい。へえ。これだったらあれですね。なんか住宅街とかに住んでても全然そうですね。心配ないですね。じゃあちょっと乗せてもらっちゃいます。あ、バケットがチャージスピードさんですよ。チャージスピードさんフルバケまで作ってるんですか？作ってます。はあ。なんかてっきりやっぱこう青だから遠目に見た時はスパルコなのかなとかって勝手に思ってたんですけど、オリジナルですよ。早速座ってみようと思います。よっ、失礼します。いいかも。すごいすっぽり。はい、やっぱね WRX 中かっこいいな。ちょっとドラッポジにちゃんと持ってきますね。こっちじゃなかった。お、あれ？フルバケのシートレールってこんな簡単に動きましたっけ？これどこのシートレールですか？N スポーツ。あ、N スポーツさん。へえ。なんかね、この両サイドでグイッてやるイメージが強くて、そこからこうギッギッギッってやって移動してたイメージあるんですけど、スイスイですねこれ。あら。いいなこのバケット。
結構ね、僕最近ちょっと太ったんですけど、いいホールド感ですよ、すごく。これなんかこう種類が何パターンかあったりするんですか？そうですね、5パターンぐらいありますね。5パターンぐらい。サイズもあったりするんです？そうですね、ナローのタイプと、はいはいはい。肩が張り出してるタイプと。もう本当に僕座ったら全く動かないですね、体がっちりホールドしてくれてるから、このまんま全然サーキットでもスポーツ走行でも何でもいけちゃうかなっていう感じ。そしたら、はい、エンジンルームも見せてもらってもいいですか？はい、どうぞ。ご会長ということですね。わあ、ボクサーがいますね、 EJ が。へえ。あ、でもあれなんですね、やっぱボンネットダンパーは。はい、ノーマル使います。そうなんですね。でここにオプションでレインカバーがありますんで、ああ、そうなんですね、はい、じゃあもう全然安心と。はい、ではまあ足は、ブリッジさんの車高調が入ってて、はい、これ GGR ダンパーですかね。はい、あれこれ何ですか？クーリングパーツですね。ほうほうほう。クーリングパーツ、なんかどういう効果が？ここにダクトがありまして、はいはいはい。でここから入った空気がここへ出てエアクリーナーへ。あ、そうなんですね。はい、でこれのプレートもあるんで、はい、熱くない空気をそのままエアクリーナーまで持っていくような感じで。おお、なるほど。じゃあフレッシュエアがバンバン入る。そうですね。でここの熱い熱を抜くために、はい。何これ？クーリングプレートがありまして、はいはいはい。でそこから、フェンダーの後ろにダクトがあるんで、そこへ抜けていくような感じで。はあ、じゃあもうそのなんていうんですか、このエンジンルーム内の熱をはい逃がすためのパーってことなんですね。ツです。はい、でフェンダーのとこにダクトがあるんで、そこから全部抜くように。あ、じゃあもうこっちから逆に多く空気が入るっていうことは、はい、ホイールハウス内の空気も一緒に押されて、全部抜けますね。じゃあもう逆に言うとこれつけるだけでちょっとその空力効果的なところも上がる。それでエンジンルームの熱は下がりますんで。なるほど。へえ、すげえ。なんか勝手なイメージですけど、そのいわゆるエアロパーツっていうものを作られてるイメージがあったので、こういうところまでこだわって作られてるのはすごいなんか一ユーザーとしてワクワクしちゃいますね。あとこのフレッシュエアが入るようになって、はい、例えばそのノーマルのエアクリから考えると、はい、ちょっとこうフィーリング変わったりとかもするんですか？そうですね、冷たい空気が入りますんで、食いつきが良くなるアクセルの。なるほど。じゃあちょっとこうレスポンスアップとか、はい、レスポンスアップですね。初期のちょっとトルクアップみたいな。へえ。うわ、すげえな。またエンジンルームのドレスアップとしても超かっこいいですね、これ。そうですね、カーボンなんで。はい、はい、開けた時のインパクト。なるほど。このまたね、プレートがちゃんとメタルで入ってるのがかっこいいですね。そうですね、うちの製品は全部今メタルで入ってますんで、いろんなとこに入ってます。なるほど。かっこいい。ワクワクする。まあいろいろ見せてもらったわけですけど、これで今60ミリワイドになっていて、はい、ホイールがまあ 11J が入ってるということですけど、結構その車をいじっていく上で、オーバーフェンダーとかってこうやっぱ憧れのパーツだと思うんですよ。はい、ワイドキットももちろんそうですけど、でもどうしてもそのままつけると電車になっちゃうじゃないですか。はい、それをこう回避するためにはじゃあホイールであったりとか、はい、足とかも必要だと思うんですけど、はい、例えばじゃあこのワイドボディキットをつけて、はい、面出したいですってなるとどういうようなセッティングになるんですかね、ホイールとかタイヤとか。車高にもよりますんで、はいはい、もうできたらワイドボディ1回組んでもらってから、測ってホイールしてもらった方が。なるほど、はい、一応これは 11J なんですけど、はい、12J も履くことは可能なんで。あ、そうなんですね。はい、じゃあそれでこうぴったり面を出すようにセッティングしていく。そうですね、はい、あとはインセットとかでやる。はい、なるほど。でどうしても左右でバランスが違う車があるんで、はいはいはい、その辺も計算してもらってからつけてもらった方が、ホイールとか購入してもらった方が間違いないと思いますので。なるほど。原車で結構測っても左右でクレランス違うことあるんで、はい、そういうことですね。はい、そうなん、左右で違うことなんかあるんですね。そうですね、これの何ミリか違ってたんで、で無難なとこのオフセットで持ってってるんで。はい、へえ。そこら辺はなんかこう例えばユーザーが実際に組んだってなった時に、はい、どういったところでどういうふうに相談したらこう綺麗にやってくれるんですかね。そうですね、まあ最初に
組んでもらって、あとはホイールの専門店とこに行っていただいて、はい、キャリパーに当たらないホイールでオフセット合わせてもらう方が間違いないと思いますんで、なるほど。そうすればもうユーザーはこのかっこよさをそうですね、この手に入れられる。格好さはいけますね。このボディキットで、はいそのじゃあ実際にチャージスピードの一社員としてここがめちゃめちゃかっこいいよねって思ってるのってどんなところです？そうですね、後ろから見たこのワイド感が一番かっこいいですね。ああ、なるほど。お尻からっていうことですはい、ね。前からより後ろからの方が、はいフロントのフェンダーのダクトもありますし、はい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 。後ろのブレッサーの広がり具合とかが僕的にはかっこいいですね。なるほど。確かにね、僕も車ケツ派なんですけど、これね、まあ今もう撮影してるからその前に合流したりもあるんだけど、入ってきて駐車する時のケツがマジでかっこよかったの。ちょっとね、よだれ出るかなぐらいの感じで。ちなみに、はい、ここまでいろいろ聞いてきたわけですけど、ズバリこの車と同じこのルックスに仕上げようとしたら、キットはおいくらなんでしょうか？ワイドボディキットで38万円です。38万円。あ、そんなもんなんですね。フロントバンパー、サイドステップ、リアバンパー、オーバーフェンダー。はい、そうです。はあ、これはまた別ですけど、あ、そうなんですね。はい、この、外側の、はい、このリベットでこれなし止まってる部分でとは別でワイドボディキットで38万です。30ミリワイドのキットってことですね。はあ、なるほど。じゃあもしかしてこれって、車両価格プラス100万円ぐらいで、はい、もうほぼ同じ仕様作れちゃったりとかしますかね？そうですね、できるとは思います。なるほど。いや、もう見て、この動画を見てですね、気になった方はぜひぜひ、チャージスピードさんおよび、このパーツもちろんもたがれでも買えるんでですね、概要欄の方チェックしてみてください。じゃあですね、もう今これでルンルンなんですけど、もう1台あったんでそっちの方も見ていこうと思いますが、一旦ねこの動画はここまでですね。なのでここまで見て、うわこの車かっこいいな、この車みたいにしたいな、そしてこの動画面白いなって思った方はぜひぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではですね、次の後編レボグ編でお会いしましょう。さよなら。